皆さんこんにちは。本動画ではギリシア神話の大神ゼウスと、アレイス、ヘイパイストス、アプロディーテー、デイメーテール、ディオニューソス、ヘイラクレイスとの関係についてまとめていきます。最後までお付き合いいただけると幸いです。それではよろしくお願いいたします。ゼウスとアレイス。ゼウスは、イーリアスの中で、アレイスに対し、オリュンポスの神々の中で最も嫌いなのがアレイスで、その理由は戦闘以外の楽しみを持っていないからだと語りかける。ゼウスは直接的に嫌悪の感情を表し、アレイスの性格を生来邪悪で気まぐれの、怒りに狂った神である、と定義している。アレイスの息子、キュクノスがヘイラクレイスに殺されたため、アレイスとヘイラクレイスは争った。結果、ヘイラクレイスに傷つけられたアレイスが、オリュンポス山へと帰っていったと言われるが、ゼウスが二人の間に雷を落とし、争いを収めたとも言われる。ことごとくゼウスに嫌われていたアレイス。彼がゼウスに助力する場面もある。ゼウスは川上アーソーポスの娘アイリーナを奪ったが、このことをシーシポスがアーソーポスに告げ口した。これに怒ったゼウスはシーシポスにタナトスを差し向けた。シーシポスがタナトスを罠にかけた時、タナトスを助け出すためにアレイスが助力した。ゼウスとヘイパイストス。一般的にヘイパイストスはヘイラーとゼウスの子とされる。ヘイシオドスはヘイラーが一人で産んだとしているが、これは二人が正式に結婚する前にヘイパイストスが生まれ、ヘイラーがこの過去を隠すため、このような伝説を作り出したのだと考えられる。ヘイパイストスの活躍はオリュンポス12神の中でも飛び抜けていた。ゼウスの力で山の下敷きにされたチュポウエウスの老番を務め、そこでヘイパイストスは舵の職を担った。ゼウスに対しては黄金の玉座、王爵、雷電、盾などを作った。またゼウスが人間を罰するために、最初の女性パンドーラーを作る際には、ヘイパイストスに対し、水と粘土で美しい乙女を造形するよう命じた。ヘイパイストスは一度ゼウスに背いたことがある。ハワのヘイラーをゼウスの怒りから守るためである。この時の罰を教訓としたのか、その後彼はゼウスに対し絶対的に服従するようになり、様々な場面でゼウスの手助けをした。ゼウスの命令でプロメーテウスをカウカソスへと繋ぎ、またアテーナーがゼウスの頭から誕生する時、彼の頭を斧で割ってやった。ヘイパイストスは誕生を手伝ったアテーナーに対して、強く連呼したとされる。ゼウスの頭から取り出す際に、これから生まれようとしているアテーナーとの婚約をゼウスに求め、ゼウスもこれを了承していた。ヘイパイストスの仲間として代表的なキュクロープスたちであるが、レイムノス島の伝承では彼らの代わりにカベイロスたちがその役割を担った。カベイロスたちはゼウスとカリオペイの息子だとされることがある。しかしカベイロスたちについては伝承によって、様々な起源や性質を有するため、一概にこの説が正しいということはできない。ゼウスとアプロディーテー。アプロディーテーの誕生には諸説あるが、ホメイロスはゼウスとディオーネーとの間の子だとしている。アプロディーテーの最も有名な物語の一つがパリスの審判である。女神テキスとペイレウスの結婚式には、フワの神エリス以外の全ての神々が招待された。この扱いに憤慨したエリスは、最も美しいものへ、と掘られた金のリンゴを広場に投げ込んだ。これを取ろうとしたヘイラー、アテーナー、アプロディーテーの間にいさかいが起こり、ゼウスはこの判断を人間に求めるという決断を下した。アプロディーテーは愛の女神として名高いが、自ら戦争の前線に出たこともあった。アプロディーテーの息子、アイネイアースの属するトロイア軍に味方したその戦闘では、彼女を臆病な女神だと知っていたギリシア陣営のディオメイデイスの攻撃を受けると、彼女はすぐにオリュンポスへと逃げ帰った。この出来事にアテーナーからは馬鹿にされ、ゼウスからは戦争に関わるのではなく、己の養分に従事するよう現れた。アプロディーテーは正式な結婚を庇護する女神であった。パンダレイオスの娘メロペイ、またクレオテーラーの親が死ぬと、その世話をし、二人が成長するとゼウスに対して彼女らの結婚の祝福を申し出た。ゼウスとデイメーテール。デイメーテールはポセイドーンの強引な求愛に激怒してオリュンポスを去り、復讐の女神の姿へと変わった。洞窟に潜んでその恥を隠していたデイメーテールは、ゼウスが自ら仲介に入って呼び戻した。デイメーテールはゼウスにも求愛されていたが、彼にも同様に抵抗した。そこでゼウスはオス牛に化け、正体を隠したまま彼女との間に娘のコレイを設けた。デイメーテールはコレイがハーデイスにさらわれると、娘を亡くしたことに落胆し、エレウシースの神殿にこもって、1年間大地が全く作物を生み出さない、という残酷な日々を人間に過ごさせた。ゼウスはデイメーテールの元へイリスを送り、解決を図ったがままならなかった。デイメーテールがコレイの返還を要求し、ゼウスはハーデイスに対して彼女を返す約束を取り付けることに成功した。
ハーデースの陰謀によりこれはハーデースとの婚姻を決定づけられたものの、ゼウスの裁定により彼女は1年の3分の1をハーデースと、3分の2をデイメーテールと暮らすということに決まった。低血なデイメーテールであったが、全く恋を受け入れなかったわけではなかった。彼女はイアシオンを愛し、彼と交わった。ゼウスはこのイアシオンに嫉妬し、彼を雷で打ちのめしたという。ゼウスとディオニューソス。テーバイの王カドモスの娘セメレイはゼウスに見初められ、彼の子を身ごもった。ゼウスが彼女を訪ねてカドモスの宮殿へとやってきた時、セメレイは自分の乳母に化けたヘイラーにそそのかされ、ゼウスにオリュンポスの神のままの姿を見せてほしいと頼んだ。セメレイはゼウスの目もくらむ輝きに耐えきれず、炎で焼き尽くされてしまった。この時宮殿に茂ったツタの若草が列中に絡みつき、セメレイの胎児と炎との間に幕を作って子を守った。ゼウスはこの子を拾い上げ、まだ未熟であったため太ももに封じ込めた。時が経ち、イーリーチューヤの助けによってこの子供を取り出すと、オルコメノスに住んでいたセメレイの姉妹、イーノーへと託した。これがディオニューソスの誕生伝説である。ディオニューソスは様々な場所を旅した。カウカソスのイベリアをしばらく統治した後、東へと旅を続け、ゼウスに送られた虎に乗ってテグリス川を渡ったという。ディオニューソスの語源はニューサのゼウスであり、彼とゼウスの間には伝説や機能にいくつかの類似が見られる。またディオニューソス・ザグレウスと呼ばれる時は、ゼウスとデイメーテール、もしくはゼウスとコレイの間の息子とされる。ゼウスとヘイラクレイス。ゼウスは人と神々の強力な守護者となる息子を欲した。ある日、テーバイに下ってアムピュトリオンの姿を借りて、彼の妻のアルクメーネイと交わった。その直後アムピュトリオンは妻を抱いたが、この2連続の結びつきからヘイラクレイスとイーピクレイスの双子が生まれた。ヘイラクレイスの誕生予定日、ゼウスはオリュンポスの神々の前で、アーテイの助言で、生まれようとしているペルセウスの子孫にギリシアを支配させようという厳格な誓いを立てた。この言葉にヘイラーは嫉妬し、アルゴスへと赴いて、ペルセウスの息子ステネロスの妻に相残させた。ヘイラーは同時にテーバイへ赴き、ヘイラクレイスの誕生を遅らせた。結果、ステネロスの妻はユーリュステウスを生み、彼がギリシアの支配者という資格を獲得する。またこの出来事からヘイラーはヘイラクレイスに対して常に敵対し、彼は様々な辛い仕事を課せられることとなる。ヘイラクレイスは遠征の途中、ガリアで人間の犠牲をやめさせた。ゼウスが投げる石に助けられながらリグリア人と戦った。石が天から大量に降り、ストリューモーン川がヘイラクレイスの渡河を拒否すると、その法廷を石で埋めたという。オリュンポスの神々と巨人たちの戦いにおいて、ゼウスとヘイラクレイスは共闘し、巨人たちの総大将ポルピュリオンを打ち果たした。この戦いでオリュンポス陣営の勝利が確定することとなる。本動画ではゼウスと主だった神々の関係についてまとめました。次回はゼウスの子孫について見ていきたいと思います。よろしければまたお付き合いください。それではさようなら。